もも裏、ハムストリングス、硬いですか？大丈夫ですか？よくね、これをやったら本当に柔らかくなりますかという質問を受けます。でもこの質問をする人に限って、もも裏が硬い人が多いんですけれども、ストレッチはやっぱりやれば柔らかくなります。続けてやらないから柔らかくならないっていうのはあるんですね。もうそれはもうね、必ずね、今日進めることもね、ぜひね、毎日やってほしいです。今よりは必ず柔らかくなります。で、今回はハムストリングス、もも裏を硬いのをどうやって柔らかくしていくかということをね、考えていきたいんですけど、いわゆる前屈ありますよね。このままこういうふうにやっていく前屈もそうだし、立ち上がってやっていくこういう前屈もそうですけれども、この前屈っていうのが硬い人はとにかく難しいですよね。今僕はこうやっていくからこれ以上もっと柔らかくするにはこうやってやればいいなとかありますけど、硬い人の場合そもそもこれぐらいじゃないですか。立ってやっててもこれぐらいじゃないですか。そうすると前に力を加えるということはできなくて、立った状態でも結構この状態なので、なんかこのストレッチをやってる感じがしないとも言われるんですね。で、これはですね、そもそももも裏が硬い上に、それ以外の部分、例えば下から行くとこの仙骨のあたりが硬いこともありますし、脊柱起立筋自体が硬くて上半身自体も丸まらないっていうのもあったり、あるいは脊椎が硬くて丸まらないとか、もういろんなものが邪魔をすることによってこういかないわけですね。だから1個じゃなくて2個も3個も4個も一緒に硬いので、こう4倍ぐらいこの力を感じてしまうわけですね。なので前屈をやるっていうのは別にそんなに悪いわけではないと思うんですけど、ただ硬い人がそれをやろうと思うとうまくいかないということですね。なのでそのためには一つ一つ個別にやっていった方がハムストリングスは柔らかくなってくると思います。なので前屈のように全て一緒にやっていくというのはもうやらない。で、それでいてこの状態だと右も左も両方伸ばすことになるじゃないですか。で、両方が引っ張っている、両方に硬さを感じるから、より強い力がかかっていかないという感じなので、まずは片足からやっていくというのがね、簡単な方法です。で、一つ目は片足開脚ね。片方の足を広げて、片方は内側。で、この時に目いっぱい左右に開いてください。目いっぱい左右にこの膝を開く。この角度をとにかく自分なりに限界まで開く。できれば、このかかとが自分の中央よりも外に行くようにしてほしいです。まずここから。これがこの状態から始めないで、外に開いた自分なりな限界の状態から始める。それから足首、つま先は天井に向かいます。これが中に向いたり外に向いたりしないように、足首90度で天井に向かった状態。そして伸ばした足とは反対の手を膝に当てて、この手がすねの上をスライドするように伸ばしていきます。伸ばしていく。腕を遠くに伸ばす。できるだけ遠くに伸びるような感じでやっていきます。こっちの手は何もしなくてもいいです。指先をもちろん遠くに持っていく。あるいはこのもう肩自体を前に押し出すようにずーっと押し出してほしいんですね。でこれがなかなかね、硬い人の場合にはこのぐらいで止まっちゃうことがあるかもしれないです。自分のこの上半身の重さをうまく使えなかったりするんですけど、その場合には自分の手首を掴んで引っ張ってあげてください。触ってもいいし、ちょっと浮いててもいいですけど、足首を目指して反対の手で引っ張ってあげる。で、この時必ず息吐いてね、硬い人ほど息が止まります。息を止めると、ふっと力が入って、もう後ろ側も全部緊張状態、力が入った状態になるので、息を一回全部吐き切る。全部吐き切って、ゼロまで吐き切ってください。吐き切ったところから浅い呼吸。吐き切った状態で一番遠いところ。一番遠いところまで行ったら、これ引っ張ったまで浅い呼吸を静かにしていく。一回吸ってもう一回全部吐き切る。必ず吐き切るというところで筋肉の力を抜いて少しでも1ミリでも遠くに行けるようにしていく。必ず息を吐いて力を抜いて遠くに行く。という感じでやってください。そして片方終わったら反対。同じようにやっていきます。で、これを左右交互にやっていくんですけど、30秒ずつ2、3セットやってた方がいいですけど、これが片方だけ硬いということもあります。片方のもも裏が硬い、あるいは片方の腰が硬いというのもあります。今これこうやって伸ばしていくと、もも裏の大腿二頭筋も伸ばすんですけれども、この腰の脊柱起立筋、あるいは腰方茎筋というこの2箇所も伸びていくことになります。腰も同時に伸ばしてください。で、右側はいいけど左側硬いということがありますので、硬い方はね、よりしっかり時間をかけてやってあげてください。これをね、左右交互にやっていきます。そして2番目のストレッチ。足を前後に開きます。前後に開きます。それなりに広く開いて、前の足のすねが斜め、後ろの太ももを斜めに開いたこの状態。で、この状態から内側に手をつく。これできますよね。大丈夫ですよね。で、ここからこの手を中に入れる。中に入れて、肘も中に入れるような感じにしてください。で、両手ついてますね。で、この状態でももうすでに、このハムストリングスの付け根、このお尻に近いところが伸びてるのがわかると思います。この付け根のあたりにちょっと痛みを感じると思います。ここを伸ばしていきますね。で、手を入れた状態から、ここからですよ。骨盤を少し前後に揺さぶる。骨盤を前後に揺さぶる。
少しです。骨盤を前後に揺さぶることで、ハムストリングスの付け根をぐい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 こう伸ばしていく。ちっちゃくちっちゃく伸ばしていきます。少しバウンドさせる。少し前後に揺さぶる。ような感じで付け根を伸ばしていくということ。ハムストリングスを全部一気に伸ばすとなかなか大変なんですよ。なので、この付け根と先、この2箇所を別々に伸ばしていくということで、まず最初に付け根を伸ばすということで、腕を中に入れて骨盤を前後するという感じで伸ばしていきます。これも2、30秒間やってください。でもちろん足を変えて、反対も手を入れて、この状態で骨盤を少し揺らしていくということ。で、これね、バリエーションとしてはこの前後だけでなく、骨盤で円を描くというのもあります。骨盤で少し円を描くようにすると少し違った部分も伸ばされていく。これは外回りもあれば内回りもあるという感じで、左右ね、どっちでもいいですけども、このちょっと回転させるという感じでもちっちゃいですよ。ちっちゃく回転するという感じでやっていくと、ハムストリングスの付け根でも少し左右にずれた部分が伸びてくるというね、そういうバリエーションもあります。そして今のはハムストリングスの付け根の方です。で、今度はこの膝裏の方ね、この辺りを伸ばしていきたいです。で、これは、また足を前後に開くんですが、今度は膝を完全に伸ばしたまま、そしてつま先を上に上げたまま。で、その時に後ろの太もも、垂直よりは少し後ろにありたいです。これが近くて垂直とか、あるいは股関節がくの字の状態じゃなくて、後ろに伸びた状態で、かつ膝を伸ばした状態。で、それで目いっぱい足首曲げてつま先を上げる。理想としてはこの膝を完全に伸ばした状態で指をつきたいですよ。こういうふうに指をつきたい。膝裏を伸ばしたんで、膝を絶対に曲げない。ここ妥協しない。膝を絶対伸ばして、つま先を上げることで、足がぐっとこっち、後ろに押された状態になる。ね。前に行く状態で、後ろに押された状態をするために、つま先を上げておく。両手の指先を床につく。という感じで、膝裏、ここを伸ばします。ハムストリングスだけでなくて、このふくらはぎの、ね、上の方、この辺りも膝裏全部を伸ばすという感じ。これ両方伸ばしてください。もちろん、これがハムストリングスが硬い人はできません。なかなかできません。じゃあどうするかです。まずはスタートポジション。さっきと同じスタートポジションに入ります。とりあえずはこのすねを持って少しずつ前に倒れる。この辺りです。こういう感じです。自分ですねを持って体を倒していく。膝裏は絶対伸ばしたまま。この方法がまず一つ。ただまあね、ここまでもいけないとか、ちょっとかかとが痛いということがありますので、こういうベンチがあればベンチ、あるいはもう壁でも構わないです。壁の近くでやればいいんですけど、こういうのを支えとして持ちながら、だけれどもつま先しっかり上げて、膝裏を伸ばした状態で少しずつ倒していく。絶対ここは妥協しない。支えを使ってもいいけれども、膝を絶対曲げない。つま先上げたまま。という感じで、この状態でやっていく。壁でもいいですからね。こういう感じで、上の方の付け根じゃなくて、この膝裏を伸ばしていく。という感じでやっていく。これも30秒を2セットぐらいやっていきます。そして最後に両足伸ばしていきます。これはもういわゆる開脚ですね。開脚。このね、開脚っていうのは、ハムストリングスでも今まで伸ばしたやつはほとんどがね、一番真後ろにある大腿二頭筋。で、今この開脚で伸ばすっていうのはそれより少し内側にある、ここね結構太いんですけども、半腱腰筋、半膜腰筋という筋肉があります。それら全てを合わせてハムストリングスって言いますけれども、少し内側のところね、これを伸ばしていきます。前後に開くやつでは真後ろだけですけど、これは少し内側に入ってくるというところですね。で、この開脚なんですけれども、これもね、なかなかやっぱり厳しかったりするんですね。だけども、この開脚をやるって言った時に、なぜか多くの人が、そんなに開かないのに、このぐらいでとにかく前に行こうとするんですよ。これほぼ前屈ですから。これじゃないです。これじゃなくて、開脚なんで足を開きたいんですね。ここの半腱腰筋、半膜腰筋っていうのを伸ばしたわけですよ。これだと単純にもうこの前屈と同じになってしまうので、前に行く必要はないです。前に倒れる必要は全然ないです。前に行かなくていいから、この足を広げる角度だけを求めてください。ある程度広げたら、自分で足をちょっと持ち上げてグッと支えてグッと引っ張る。支えてグッと引っ張る。できるだけ広く。体はこのままです。垂直のままです。垂直より前に行く必要はなくて、とにかくこの広い角度を求める。足を持ち上げるのが辛いとか、下に押さえつけられて上がらないという人は、手を前後についてお尻を持ち上げて、自分のお尻を前に持ってくる。でこういう感じで開いていけば、まず自分の限界まで開くことができると思います。でもちろん、足首、つま先は中とか外行かないように垂直な状態。で、足首は曲げて垂直な状態にしておきます。でとにかく体は倒さなくていいから、左右に開く角度だけを求めていく。この状態でもうしばらく待つです。30秒でも1分でもいいです。待ちます。あまりに辛ければ、1回休憩をして、30秒ぐらい休憩して、もう1回開いて、お尻を持ち上げて、前に行って、この状態で
もう一回30秒伸ばしていくという感じですね。これを待ってるのがなかなか辛いので、もう開脚してもうテレビ見てください。あるいは、僕の YouTube をね、テレビで見てください。とにかくこの状態でもう待てば OK です。そんな感じでね、ハムストリングスが硬いと辛くてやらなくなりがちなんですけども、それをね、まず片足ずつ個別にやっていくということ。それを付け根と先に分けてやるということ。そして開脚も前に倒れる必要なくこの広げるということ。もう本当に細分化してやっていくことで一つずつ柔らかくしていく。で、そこら辺がある程度で問題なくできるようになってきたところで、ようやくこの前屈ができるようになってくるので、前屈をするというのをね、急がないということですね。今日説明したようにちょっとね、細分化してやってみてください。ただね、時間はかけてください。だから時間をかけるので、本当にテレビを見ながらでいいですから、ね、僕の YouTube を見ながらでいいので、ぜひね、ゆっくりとやってみてください。できるだけ毎日やってください。毎日やるというのも方法論としては大事なところです。はい、頑張っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってますのでフォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。